さて、工場自動化と街づくり、2つの融合作がデモ版配布中とのことで、今回はウィスカーウッドの紹介を行います。こちら言うなれば、人に命令を出し作業をしてもらう系のコロニーシミュレーションに工業系ベルトコンベアでの運搬要素が加わった作品です。加えて Going Medieval のような高低差の概念もあり、1ブロックずつ地面を掘り地形を変えられます。船での戦闘もあり、街が安定してきた後のさらなる物資集め要素もあります。何よりも景観がとても良く、誰でも見た目の良い街が作れるため、遊ぶ意欲につながります。装飾品は無料で配置できるものもあったりと、この点に関して相当こだわりを持って作られていることがわかります。コロニーシミュレーションはよくあるタイプのもので、ある意味自動化ゲームの一つでもあります。道を作ると人の移動速度が上がり、その上で運搬してくれる様はベルトコンベアの動きに近いです。一本の道を2本にし、一方通行指定にすると、効率はやや下がりますが、見た目的に面白みを出せます。街の人はそれぞれ得意な仕事や性格、あるいは能力が異なり、適切な任務に就かせるとより効率が増します。他の人とすれ違うだけで暴言を吐くみたいな問題児がいることもあり、しかし人数的に起用せざるを得ないといった実際の人間社会での圧力も発生するのが面白い点です。この手のゲームは優しいモードでとことん街の発展を目指すほか、難しく設定し、どこまで生存できるかのサバイバルも楽しめるのが特徴です。長く生きるための手法を自分で検証し編み出し、最適な行動を覚え、プレイ日数を伸ばしていく遊び方です。大抵は物資が足りず食料がなくなり、病気になったりして滅ぶので、そうはならない状況を作り上げていきます。短い間隔で遊びたい方向けとも言えます。ただ今作は街の景観の良さが特徴のため、まずは最適化を図り、安定供給で物資をとことん溜め込み、一つの小さな島でどれだけ見た目を上げるかが王道的な楽しみ方と言えそうです。それを可能にする一要素が自動化です。いかに立体的なベルトコンベアラインをきれいに敷き詰めるかにより、街並みの良し悪しが変わります。サティスファクトリーとは異なり、1ブロック式のため、ぐにゃぐにゃな曖昧配置にはなりません。人もといネズミたちもベルトで運べるようで、道代わりにすればより効率を上げられそうです。取れる物資には限りがありますが、コロニーシミュレーションというと木など大抵また生えてくるため、それを見越した自動化はできるかもしれません。今回は試せませんでしたが、地下あるいは空方向にどれだけ建築ができるかにより、限られたスペースでも大きな街は作れそうです。そのうち他の島にも移動できるため、じわじわ拠点が広がる様は見ていてとても楽しめそうです。ゲームの流れとしては、猫が支配する国の労働者であるネズミたちが島の開拓のため船でやってきます。そこで物資を集め街を作り始めるわけですが、定期的に税金を納める必要があります。たっぷりと預けるとそれだけ報酬も良くなります。同時に補給船や新たなネズミを連れた船がやってくるので、作業員拡充を行います。子供を産む要素があるかはわかりません。人を増やしすぎると食糧難になるし、足りないと作業速度が下がり、税を納めるのに精一杯になるため、増員には街の状況に応じた見極めが重要です。かける3倍までの早送りもあり、あえて少ない人数でコンパクトシティを目指すという遊び方もあります。海賊もたまに攻めてきて、金品を渡さないと大砲で施設を破壊されます。物資があればそのまま修理できるので、復帰はそこまで大変ではありません。いずれ自分から海賊退治に行けるのでしょう。現状デモ版ではベルトコンベア部分は開放されておらず、この点に不満を持つ人も見られます。しかしアップデートで遊びやすくなる調整は入っており、現在用意された範囲内でより良い街づくりをすることを目指すことは十二分に可能です。既存のコロニーシミュレーションや自動化系ゲームが好きな方にはドンピシャの内容のため、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。Steam でデモ版公開中で、早期アクセス開始日は2025年11月6日予定となっています。というわけで一体どんなゲームシステムなのか、実際にプレイした様子をギュッとまとめたので、どうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。ウィスカーウッド。まずは、街の名前。で、難易度もあるようですが、標準でいきましょうか。マップサイズ。いろいろ設定できますね。とりあえずデフォルトでいいかな。追加の島が出現することもあるのか。ランダム生成なのかな。荒れ地の島。ヒゲの民の到着。これはなんだ。爪の主の欲望。これ猫のことですかね。で、シナリオがいくつかありますが、現状は一番上。真ん中はなんか、海賊が頻繁に襲ってくるのかな。まずは遠方の地。で、これが村人かな。義士ギルド。生産能力が高いんですかね。能力付きですね。探索者ギルド。
この2体はフクロウかな？農夫ギルド？フクロウではない。ネズミなのかなこれも。ちょっとちっちゃくてよくわかりませんが。あとは甲府。で、初めの物資がこれだけあります。じゃあ行きましょう。上陸。ムービー付きですね。マイクラ上から見たようなブロック単位のグラフィックスですね。ボルト76。さあ、回せんのかな？ WSD でカメラ操作。マウスホイールで拡大縮小。おう。ヒゲの民の代理店。ネズミたちのことがヒゲの民って。まず海岸に交易港。これを作りましょうと。それが目的か。これで回転。ライトクリックで戻るってありますね。やり直しが可能なのかな。というわけで、交易港。まずこれ作るの？こんな感じで作ります。で、ここでいいかな。さあ、作ったことで、お、もうすでに荷物運んでますね。可愛らしい。あれどこ行っちゃうの？受け入れようって書いてあるね。受け入れ開始。これでいいのかな？ヒゲの民を上陸させる。よし、上陸だ。次は倉庫。あ、船はどこか行っちゃうんだ。そう、すでに住民が動き始めましたね。かわいい。かわいいのかな？ちょっと不気味だけどね。手が長いから。ちょっと港の近くに倉庫を作る。まあこれも定番ですね。ここにいろんなものが集まるのかな。回転は R。向きも重要でしょうね。なぜ港のそばがいいんだ？運搬距離を最短なものにするために近くに築く。まあここでいいかなじゃあ。さあ、建築開始？建築できる人員は決まってんのかな？人員もといい、ネズミは。でも全員入っていきますね。みんなでハンマー叩いてる。で、これが満帆になるとね、完成でしょうね。さあ、できた。で、さらに船が来る。補給船か。これは定期的に来るのかな？お、モグラ？モグラではない。このネズミなのかな？補給物資。荷上げする。ああ！一瞬で行われましたね。これは税金かな？支払い義務額。残り2日以内にこれを納める必要がある。足りない場合どうなるんだろうね。これらがお金代わりになるのかな。よし、署名しましょう。さあ、画面上にいろいろ表示されてますね。現在の物資とか賛同。これは好感度的な感じかな。これが人口に建設作業者5名。時間止めよう。スペースで止められる。一番右下、かける3倍までありますね。で、季節は夏の20度。冬になると厳しくなるのかな。で、何をするかですが、何してもいいの？はじめは、道、貯蔵とコンベヤー。現状はコンベヤーが使えないと。まあ、これも使えるようになったら面白いんでしょうけど、当面はこのネズミたちがね、コンベヤー代わりになるんでしょうね。なんか掘れそうだね。採掘命令はどうやって出すんだ？これかな？伐採場。伐採の優先指定。まずは木か。大抵木だよね。伐採所はどこでもいいの？こういう上に作るとどうなるんだ？これで切ってくれんのかな？階段とか必要なのかな？ちょっと疑問ですね、まだ。ちょっと作ってみた。これでどうなる？あ、なんかクエストが始まったよ。地中の富。まずは採掘キャンプで、上に登ってくれませんね。やはり階段が必要なのかな？はじめはね。で、採掘作れって言われたので、採掘キャンプ。これでいいのかな？で、ここに作成。これで立ててもらいましょう。お、物資をこうやって運ぶんだね。まあそのうち道とか作ってね、きっちり道通り動くようになったりするんじゃないかな。できた。で、ここで労働者を割り当てる。労働ネズミですね。2体までだと思うんですが、まずはこのキャラかな。ブレイズ、敏捷、いびき。寝やすいの、このキャラ。残業は無理やり働かせんのかな。あともう1体。誰がいいんだ？大食いがいるな。なんか、デメリットが多いね。一つ大食いの前だ。これ達成ですかね。クエスト完了。なんかもらったのか、報酬は。で、採掘させるにはどうすんの？勝手に採掘してくれんの？付近に場所はない。指定する、まずは。こんな感じで指定すんの？これで OK。この部分にも、ツルハシマークあんのいいですね。見た目的に。で、これ物資枯れるのかな、そのうち。3って書いてあるからね。3までしか取れないのかどうか。さらに、移民がやってきた。どんどんやってくんのかな、このゲームは。ネズミ山的に増えまくるんですかね。誰を仲間にするか。全員は無理ですね、これ。
3人ぐらいかな。デメリットがないキャラがいいね。いびきってなんだ？同じ住居で眠ったヒゲのために否定的な感情を与える。よろしくないな。と採掘士1人。デメリットないからね。で、このキャラはなんか、やたら10ポイントなんだよね。高体温。寒さへの耐性が高い。デメリットがない。メリットのみだ。で、階段作れんのかな？あった。旧階段。これで上に登れますね。もしくはこうかな。作ってみた。階段は即作れんのかな？建築が必要なしでね。こっちに食べ物がありますね。島全体は、まあ、こんな感じか。このブロック地帯も掘れるという話ですね。1ブロックしかいいね、とても。これで、伐採。これも伐採させよう。で、これ掘ったらどうなった？なんか地下に向かって掘ってる？これどういう状況なの？この後なんか道がなくなりそうなんだけど、倉庫への。まずいね。曲がり階段とかもあるね。見た目が良くなりそうだね、これ。すごく。曲がり階段はこんな感じになる。ただここも掘っちゃうからな。これ上に板はいける？いけましたね。よかった。ちゃんと隠すことができた。伐採は誰が得意とか、今んとこないかな。伐採所生産輸送、最寄りの倉庫へ運ぶ。こっから、こっちまで運ぶのかな？いずれ。で、ここだけで、受け入れ可能な資源、6までだね。6以上は無理だ。で、現状ここは、結構掘れますが、やっぱり6までだね。序盤はとても少ない。地下こんな感じになってる？地下もまだ掘れそうだね、これね。見る感じ。表示階層下げる。F、上げるか。V で下がる。これで地下が見れる。すごいね。ちゃんと海も入ってこないようになってますね。これ、H はなんだこれ。温度かな？温度か費用とかどっちだこれ。で、食べ物だね、次は。まずは採取小屋かな？採取小屋。すげえ遠いんだよな、今んとこ。イチゴが。とりあえずここだ。ここで階段作りましょう。旧階段。あとは道も作ろう。ここよく見ると、足場石だね。これ掘らした方がいいのか？道作るよりも。上に道作りたいんだけど、これどうしたらいいんだろう？こんな感じ？食べ物以外もなんか取れそうだね。素材が。夜が来るから家も建てないと幸福度が下がりそうですね。そうか。普通にじゃあ地面を掘れば多分下に下がるんだね。結構ゆっくりだね、これ。取れる速度は。で、木材がいっぱいになってないのかな？でも運んでますね、すでに。多分今いっぱいになったから運んだのかな？いや、そんなことなさそうだな。で、夜になった。どんくらい必要なんだ、住居は。一つに対して何人入れられんの？現状石ないんであれば掘らせますけれど。みんな休んでる？ここで。休憩中？現在の時刻はどこにあるんだ？何時から何時まで休むみたいな。ありそうだけど。右下にありますね。夜が残り1分ぐらい。早送り。寝始めた。ようやく。みんな酔っ払って寝たのか。1日目が終了。さあ、これが今回の結果。賛同ポイントが手に入りましたね。で、プラスポイントとマイナスポイント。みんな野宿だから、マイナスは相当大きいね。で、これ、プラス分もらえんのかな？食べ物がまだあったから、なんとかなったけど。とりあえず新たな一日、開始よう。二日目開始だ。さあ皆さん、労働の時間です。働いてください。農場かな？次は。どれくらいで育つかだよね、農場は。食料加工、釣りができる。丸太があれば作れそうだね。サービスにカフェ、水浴び場、墓、あと装飾、見た目が上げられる。素材が余ってきたら使えそうですね。あと焚き火、冬用かな？現状やっぱり結構限られてますね。作れるものは。この範囲内でどれくらい街を作るかですね。新たに補給船。何をくれるんだ？左は食べ物付き。お金は払うんだ。こちらのお金はいくら？わからないが。いただきましょう。42。ちょっと地下に降りてみようか。建てたい場合は Z かな。こんな感じでいけるか。水没している？これ大丈夫これ。
ゴーイングメディーバルあたりを放出させますね。あれ階段いらなかった。これ、はしごでちゃんと降りますね。なんだ。じゃあこれ取りやめるか。地下は今んとこ、1、2。結構いけるね、これ。もしかして、地下王国も作れんの？作れる可能性ある。まだどれくらい制限があるかわかりませんが。さあみんな、倉庫で、多分食べてるんでしょうね。食べ物足りてんのか？パンはなくなりそうですが。野いちご。これは溜まってますね。2日目。今回はグッドが多いよ。やはり最大は野宿。あと重労働。過酷な仕事？どれが過酷だったんだ？これはわからないな。自分の得意じゃない仕事みたいな話かな。さらにこの装飾選ぶと、細かくね、たくさんできますね。ランタンとかつけられる。即時完成無料ってあるよ。無料でつけられんの。嬉しいね、これ。超雰囲気上がるじゃん。おお、無料。無料良すぎる。マジで。手すりとかも作れる。ああ、いいね。でも行動制限しちゃうか。見た目は良くなりますけどね。こんなレンガの壁にもできるよ。税収がやってきた。税収の時だ。徴税人。猫の税と支払い義務。これどうだこれ。これお金なんじゃないの？これで、足りそうだね。部分的な出荷。足りなくても OK もらえるっぽいね。完全に足りなくなったらどうなんだ？怒られんのかな？たっぷり掘ってるから。いけましたね。で、さらにいける？これなんかボーナスかな？設計図がもらえる何か。あと板材とかももらえる。どんどんもらおう。要求を上回るしか、王家の風浪、特別な要求に用いられる。もっといけるか？きたー。これバランス調整でね、優しくなったっぽいですね。払いましょう。おー。爪の主の下が間もなく到着予定。住居2つ目が完成した。で、補給物資の贈与。設計図もらえる？これは素材かな？ボロキレがもらえる。農具がもらえる。で、ワールドボーナス。機械用潤滑油。これまだ先の話だろうね。とりあえずこれにしてみようか。板製の小屋。で、まずは板材なんだよな。もう一個もらえる？倉庫はまだいらないんじゃないの？というわけで素材もらっとこう。3日目の結果。あらららら、マイナスが多い。野宿が効いている。倉庫で食べたくないらしいねみんな。新しいクエスト。海賊とは交渉無用。身代金を要求している？目標は海賊の要求を拒絶すること？わかりました。とりあえず釣り場を作ってみよう。およ。農場の前にはやはりこれだね。4日目。4日目。マイナス。やばい。家が優先だったか。海賊が来た。海賊による封鎖。さあどうすりゃいいんだ。支払いを拒否する。拒否するとどうなんのこれ。攻撃される。8発の砲撃を受けるか。拒否してみようか。拒否だ。さあどうなる。えらいこっちゃ。釣り小屋が。そんなバカだ。とりあえず拒否したよ。代わりなんかもらえんじゃないの？機械がもらえる。これプラスになったのかな？研究ツリーがあるぞ。設計図があれば多分研究はいらないのかな。一方通行の門って作れますね。装飾なのに移動方向指定できる。そういう仕組みがありますね。で、ロープの手すりとか作った場所にはね、こう、ランタンとかさらに置くことができる。見た目に関しては相当いいよ。運んでますね、倉庫から食べ物を。こちらへ。で、ここで食べるんだね。運ばれたもの。さあ、運命の夜です。皆さんはカフェに向かってますね。水浴びしてる？してますね。泳いでるというか、なんか、プカーンって浮かんでる。きたー！超プラス！うおー！まだいっぱい汚れてますね。全然足りてないんだ、入浴が。あとは環境が良くない。美しいもの見たい。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひダウンロードして遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。